Hey guys! 皆さんこんにちは。靴修理ラジアンの杉浦です。今回はレッドウィング9870、フラットボックスとビブラム705のカスタム、こちらのパート2をお送りしたいと思います。まだね、この動画を初めて見たという方はぜひパート1からご覧になっていただけると一連の流れがつながってより楽しめるんじゃないかなと思います。それでは前回の続きから作業を続けていきたいと思います。それでは作業を進めていきたいと思います。ではまず最初にアッパーの表側ですね、ライニングを残してこんな風にめくり上げて、アクアセメント、本来新靴作新とかね、カウンター新、かかと新のための接着剤、これをね塗って、一応置きます。こんな感じで一応塗ります。表とライニングがバカバカと剥離しないようにくっつける目的もあるし、若干ね全く作新を入れてなくてベコベコになるより、これがね乾燥すると若干硬化するので、多少本当に作新芯材代わり、もう本当気持ち程度の柔らかい芯材代わりにはなるかなと思いますので、アクアセメントを塗ってずり込んでいきます。こんな風に塗ってあげたら、アッパーをね戻してワニと呼ばれる釣り込み器具で引っ張って釣り込んでいきます。これがワニという道具ですね。こちらの工具を使って釣り込みをしていきます。こんな感じにね、皮をつまんで引っ張り込んで釣り込んでいきます。釣り込んでいって、ここの部分が今飛び出てると思うんですけれども、もともとはねここと見ても分かるようにライニングのここのヘリとここの部分が同じ位置にあったんですよね。こんな感じですね。ちょっと動画だと分かりづらいかな。でもそのようにしてウェルティングで元に戻しちゃうと、この作新があった部分、そんなに厚いものじゃなかったんですけど、これを抜いてそのままで戻してしまうと中に空間ができてきてプクプクとなってしまうので、隙間をなくすために表側はですね、こうやってちょっと余るように引っ張り込んでやらないと間に空間ができてしまうんですね。ちゃんと引っ張り込んでウェルティングしてあげることによって綺麗に空間がなくブーツをウェルティングできます。こんな感じにねシワを伸ばしながらやっていきます。はい、それでは釣り込みが終わりました。引っ張り込んでね、ここの部分がちょっとね上に飛び出てるの分かりますかね。これの分がこの作新分の作新を抜いてできてしまった空間の余り側の引っ張り込めた分、こういう風な感じでねベルトを戻してあげて、すくい縫いっていう工程をやってしっかりと縫い付けて、外れてこないように縫い付けてブーツの組み立てやっていきたいと思います。すくい縫いを始める前にまず糸作りからやっていきますね。これ太い何本もの麻糸でよった太い麻糸なんですけど、この麻糸にですね、こういう僕らチャンって言うんですけど、これ松ヤニですね。松ヤニを煮込んでちょっとこんな感じで皮に貼り付けたものをこんな感じで糸にこすりつけてしごいてやるとですね、こんな風に感じで見えますかね。麻糸が松ヤニでコーティングされるんですよね。そうするともう糸自体も防水性だったり丈夫な糸になるので、こんな感じですくい縫いだけはこんな感じで糸作りからスタートして、ハンドソーン手縫いで縫い上げていきます。はい、それではすくい縫いをやっていきたいと思います。ウェルティングなんとかも言ったりしますね。先ほど作った糸をこんな感じでね、縫い付けていくんですけど、もともとね、
縫われていた靴なので、こんな感じでここに穴が開いてるんですよね。ここも同様ですね。もともと開いてた穴がこんな感じでねあるんで、一応キリを使って穴開けするようにはやっていくんですけど、元の穴に戻すようにこんな感じでポコポコポコと開いている穴に、キリを通して縫い付けていきます。それではやっていきますね。こんな感じにすくい針と言われる大きなキリを使って元の穴をたどるように、こんな感じでね針と糸を通して縫い付けていきます。反対側からも針と糸を通して一針一針ね、手間はかかっちゃうんですけど、しっかりと縫い付けれるように手縫いで縫っていきます。はい、それでは、すくい縫いが完了しました。こんな感じにね、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ここ、ウェルティングが完了しています。つま先もね、今ラストが入っているので押してもへこまないですけど、靴型を抜いてラストを抜けば作芯が抜かれているのでね、フラットボックスのように柔らかいつま先になっています。それでは通常通り今からコルクを入れてシャンクを入れて靴底を取り付けてソール組み立て工程に入っていきます。はい、それではシャンクを、金属のシャンクをですね、テープで巻きつけたものを取り付けていきます。次に前面にコルクを引いていきたいと思います。それではコルクを詰めていきます。こんな感じの粒コルク使いますね。こんな感じに前面にコルクを充填していきます。こんな感じでね、今コルクがもう乾燥しています。この後ね、レザーミッドソールを貼っていきますね。今回はだいたい6ミリぐらいのものを使っていきます。こんな感じにね、反対側のように貼り付けるとこんな感じになるように今から組み立てていきます。接着剤を塗ってますね。レザーソールの方にも塗っていきます。はい、それではレッドウィング9870、コルクをね中に詰め込んでミッドソールのレザーソール貼り付けたところになります。これからねソール部分に着色したり、新しいソールビブラムソールを貼り付けていったりして、出し縫いをかけてしっかりと固定して組み立てていくっていうところに入っていきたいと思います。今回ビブラム705というね、こういうハーフソールタイプの結構厚みはあるんですけど、こういったタイプのソールを取り付けていくんですけどね、ここにヒールがきます。前面にあるタイプじゃないので、ここにレザー部分が露出している、レッドウィングでいうとベックマンのような感じの見た目になるカスタムですね。ここの部分にね、露出しているレザーの部分に色を塗っていきたいと思います。仕上げの時にね塗ってもまあいいんですけれども、先に塗っておいた方が際まで塗れるし仕上がりが綺麗なので先に塗っておきます。靴底を塗る専用のソールステインっていう塗料があるので、そちらを塗っていきたいと思います。では前側の部分にビブラム705ソールを貼っていきたいと思います。ソールが貼り付け終わったら後でソールを靴底を縫うミシンでね縫っていきたいと思います。
ビブラム705ソールの方にも塗っていきますね。それではビブラム705ソール接着剤がね乾燥したので貼っていきたいと思います。ちゃんとマークの位置をね確認しながら貼り終わりました。これで周りを圧着して切り出して、グラインダーでねちょっとコバの周りだけ削って整えてからミシンがけをしていきたいと思います。はい、それではこの後グラインダーでねコバの周りきれいに整えていきます。最終仕上げでコバの周り全体、ヒールもつけた後全体を削るんですけど、ミシンをかける前にもある程度コバの周りきれいに削っちゃって、ほぼほぼ仮の仕上げをして先にしておきます。それではグラインダーで削っていきます。はい、それでは先ほどグラインダーでねコバを整え終わったレッドウィング9870、これからこちらの靴底を縫うミシンでがっちりと縫い付けていきたいと思います。ヒール取り付け工程へ移っていきたいと思います。ヒールは今回積み上げ1枚と対になるビブラム700ヒールですね、こちらを今から取り付けていきたいと思います。まず接着剤を塗って貼り付けていきます。ビブラム700ヒールにも接着剤を塗っておきます。後で釘でも固定します。はい、釘が打ち終えたので今からね、コバ最終的にコバをグラインダーできれいに削り上げて仕上げに移っていきたいと思います。はい、グラインダーで最終的に仕上げまで削り終えました。細かい番手でね綺麗に目を細かく削り上げて、もうこのままお渡しでもいいぐらいに細かく削り上げたら、今回の場合ね、こんな色のちょっとダークブラウンっぽい色にコバを着色して、ここの色と一緒ですね、ここのカラーと一緒、コバの色を着色してバフ掛けしてソール交換は完了となります。着色していきます。ソール交換が終わったので仕上げの靴磨きといきたいところなんですけれども、
今回のお客様は、仕上げの靴磨き特に必要ないというご指定をいただいているので、靴磨きはせずね、もうほこりだけ落としてお渡しの準備をしていきたいと思います。馬毛のブラシでほこりだけ落としていきますね。はい、それではソールの交換完了したので、写真や動画でもご覧ください。はい、それではレッドウィング9870のソールカスタム、今回は先芯を取り除いて9870のフラットボックス化、こちらも合わせてソール交換と一緒にさせていただきました。今回このチャンネルでは初めて先芯を取り除いてね、ブーツのフラットボックス化、ベックマンフラットボックスのようにね、先芯のないカスタムっていうのをご紹介したんですけれども、そういうお問い合わせ自体は実はちょこちょことやってくるんですよね。どういうお問い合わせが一番多いかというとですね、今回のようなラウンド2のモデルの先芯を抜いてベックマンフラットボックスのようにしてくださいより多いお問い合わせが実はあるんです。エンジニアブーツはね、やっぱり文字通りつま先を保護するためにつま先に硬い鉄芯が入ってるんですよね。このつま先の鉄芯を取り除きたいっていうお問い合わせが実は結構あるんですよ。現在並行で作業をしていたエンジニアブーツ、こちらもですねつま先の鉄芯抜いてあります。こちらはですね同じようにつま先をソール靴底をねベリッと剥がした時につま先のアッパーのレザーをベリッと持ち上げて鉄芯取り除いています。ただねエンジニアブーツ、今回のエンジニアブーツの場合はフラットボックスのようにペタッと潰したいっていうことが目的ではなくて、あくまでね鉄芯が当たって痛いっていうことなので、実はエンジニアブーツの鉄芯の下に今回の9870でつま先の先芯取り除いたじゃないですか。それと同じようなものが先芯が入ってるんですよね。なのでエンジニアブーツの場合は鉄芯を取り除いただけでは実はねそんなにペコッと柔らかくなることはないんですけれどもね、ある程度形状保持のために鉄芯を取り除いてもその先芯残したまま仕上げることが多いですかね。もちろんその先芯すらもね、一緒に取り除いてエンジニアブーツのフラットボックス化っていうのも可能です。実際動画の中でも紹介したんですけど、フラットボックスにするとね、こんな感じで分かりますかね。だいたい同じようなモデル、実際ちょっと型番は違うんですけど、分かりますか。低くなってますよね。現状でもペタッとこっちのカスタムした方がつま先がシャープになってますね。さらにねこれから履き込むことによってより足に馴染んでペタッと潰れていってね、つま先の方も先芯があることによってできなかったシワなんかも入ったりして、どんな風にエイジングしていくのかちょっとね僕も、お客様の靴なので、それを見守ることはねできないんですけれども、結構ね味わい深くエイジングしていくんじゃないかなと思います。靴底の方もねビブラムの705でビブラムソールのねハーフラバー、厚いハーフラバーがついたレザーがついたこのタイプもね割と人気なので、こんな感じのカスタムしたい方、ぜひぜひお問い合わせください。今回はこんな感じで
靴底の方はねビブラムの705ソールでカスタムしたことと、あと作新ですね、つま先フラットボックスカスタムということをやってみました。宅配修理もやっております。電話やメール、こんな感じのね公式 LINE 公式アカウントっていうのも開設してお問い合わせ受け付けております。さらに、下の方の概要欄の方にオンラインお問い合わせフォームなんていうのもご用意しました。そちらの方にお問い合わせ内容などを記入していただいて送信していただければ内容を確認して、お返事させていただきますので、ぜひぜひ靴やブーツ、スニーカー、カスタムなんかね、靴のことで困ったこと、こんなんやってほしいよということがあったらぜひぜひお問い合わせいただけたらなと思います。はい、それでは今回はこんな感じで、また見てくださいね。バイバイ。ラジアン杉浦でした。